すでにコメントだ嬉しい。最初から見れるかな。あ、めくくたんって来てる私もワクワクしてました。こんばんは。ダンバツさんもいる音入ってますか？大丈夫ですか？聞こえてますか？大丈夫かな。なんかね、今日もちょっと電波悪そうなので、また聞こえてたら聞こえてますっていうコメントお待ちしてます。ください。外見えてるかな。大丈夫かなこんばんはしてる。聞こえてますか？大丈夫ですか？音入ってないかな。あ、入浴中なの聞こえてる？大丈夫？音響いちゃってる。あれ、やっぱり聞こえてない？聞こえてるかな。コメント動いてるから聞こえてる体で始めたいと思います。ただいまフランス時間昼間の3時5分。あ、入ってる？あ、よかった。3時5分。今日のお天気は曇りです。気温は23度。結構涼しめです。なんか全然ね、今年というか全然夏っぽくならなくて、結構肌寒い感じです。今は中にいたのでちょっと今は暖かいけど、でもね、ずっと外歩いてると肌寒くて、結構みんな長袖とかコート着てる方も多いです。トレンチコートとかがちょうどいいぐらいかな。ダウン着てらっしゃる方もいらっしゃいます。こんな感じでね、ちょっと今年の夏は涼しいみたいです。なんだっけ、なんとかニョールみたいな、この前もお話ししたけど、なんだっけ、暖冬、あったかい冬で、海の風のせいであったかくて、なんとかニョールみたいな、ちょっとスペイン語みたいなお名前のなんていう気候みたいです。あ、こんばんにちは。こんばんにちは。聞こえてないの？もしかしてこれ聞こえてますか？大丈夫大丈夫かな。聞こえてますか？ Hello Hello 綺麗だったねあ、聞こえてる？よかったよかったわざわざね、行ったのに戻ってハローしてくれた可愛かったね、金髪の女の子みんなハローしてくれる誰だったんでしょう。過ごしやすい気温ですね。私は保冷剤を首に当てて涼しんでいます。そんなに暑いんだ日本。フランスはフランスは涼しい。私は今暑いけど涼しいです。23度って過ごしやすいですよね。エルニーニョ、エルニーニョだと思う。そう、多分エルニーニョだと思います。その海風、海風のなんで海の波のせいでなんか涼しいみたいな、そんな感じですよねよかった、聞こえてて。今日は、まず最初にですね、ちょっとこの場を借りてお仕事のご依頼いただいている方にメッセージさせてください。現時点でサイトを通してガイドとかのお仕事のいろいろなお仕事のご依頼をいただいている方へのメッセージで、ちょっとサイトの方のつながりが悪いというか、見れたり見れなかったりしている最近そんな感じなので、もし、できたら差し支えなければライブとか私の動画の概要欄に載っている、インスタグラムかアメーバブログのメッセージ機能から直接メッセージをいただけると助かります。サイトを通しているメッセージがちょっと今不具合で私の方が見れないので、よかったらそちらに直接メッセージをください。お願いしますすいません、この場を借りてちょっとメッセージさせていただきました。お願いしますその他私はパリでガイドとかのお仕事もやっているので、フランスパリご案内してほしいという方はぜひインスタグラムかアメーバブログのメッセージ機能から直接お気軽にお友達感覚でメッセージいただけると嬉しいです。よろしくお願いしますすいません、場を借りてしまいました暑い。そう、今日はちょっと面白いお話聞いたから、オリンピック期間についてそんなオリンピック期間中のお話と予想、パリがこうなるんじゃないかっていう予想と、あ
オリンピック期間中にいろんなものが値上がりをしたりするので、なんかそういうことについてもね話せたらなと思ってます。今日も質問も大歓迎ですので、初めて見てますっていう方もぜひぜひお気軽にチャットをください。とご旅行これからフランス来るよっていう方も、今パリどんな感じですかとかね、そういうたわいもないご質問もお待ちしています。どしどしチャットください。お外が私が喋ると車がすごい音で通って音かぶってるかも。いつもこうなっちゃう。なんで23度涼しくて快適ですね。はい、快適です。日本は毎日蒸し風呂状態です。そっか、湿気がありますもんね。今日は土日休日出勤の替えだったんだ。休日出勤のはずのちょっと待って、土日が休日だったの交換したってことごめんなさい、頭回ってない。自宅でエアコン入れず扇風機で窓を開けて頑張ってたけど、もうそんなに我慢できないくらい暑いので冷房つけました。危なく熱中症でぶっ倒れそうになりました。暑さは我慢するとね、意外に人間の体って強いから我慢できちゃうけど、なんか線を越えると危険な状態になりますよね。私も何回も倒れかけたことある。ゴミ袋っていうかサウナスーツを着てトレーニングをして、真夏とかもトレーニングするのですが、汗かくのが気持ちよくて、まだいけるみたいな感じでトレーニングをし続けてると、なんかもう頭がふわふわになっちゃって、これもうすぐ倒れちゃうやつだみたいになることがある。だからあんまり我慢は良くないですね。ちょっと待って、なんかすごい賑やかなの。かわいい白いキャップかぶった子供たちが団体行動してる。学校のツアーかな。今日はここは前々回もライブをしているオペラ通りのスタバックスなのですが、自転車おじさんがね、いつもライブ見てくださっている方はご存知かと思いますが、自転車おじさんがあれから全然本当にいなくって見当たらなくて、今日ちょっと心配で今日は会えるかなと思ってずっとここに座ってるんだけど、今日もまだ見てない。大丈夫かな、体調崩しちゃったのかな。初めて見てくださっている方はご存知ないかもしれませんが、この通りはね、目の前がオペラ座ガルニエ宮で、あっちに歩いていくとそこに見えてる屋根のところがこれがルーブル美術館の大きいオペラ通りなのですが、ここにいつも自転車を乗りながら大声で気持ちよくお歌を歌ってこの通りを行ったり来たりしている自転車おじさんと、私が勝手に呼んでいるおじさんムッシュがいて、その人の歌聞くのちょっと楽しみだったんだけど、本当に最近その人いなくなっちゃって、いつもは私来るたびにいるから毎日多分歌ってたと思うんだけどいないの。すごい心配個人的には全く話したことも知り合いでもないのに、なんかいつもいた人がいなくなるって心配ですよね。だから皆さんいなくならないでください。ちょっと心配しちゃうかも。なんかたまにこうコメントとかいつも入れてくれている方とかいらっしゃると思うのですがいきなりパタって見なくなると何かあったのかなとか、全然本当にプライベートで知ってるわけじゃないのに、こう毎週お話ししてるから、すごい勝手に私の中でちょっと身近な皆さんみたいになってて、なんかチームみたいな感覚でいて、勝手にだからちょっと心配になったりする。パタってこう何もなくなるとなんだろうね、勝手にごめんなさい。勝手にみんなと仲良しって気持ちで喋ってます今日は33度？今日33度？パリと10度も違うんですね。10度暑いって結構ですね。世界最大のアニメと漫画の祭典ジャパンエキスポパリ2024がパリ郊外、パリノールビルパトンで7月11から14日に開催されるそうです。そうですね。はい。うるさい。今年は声優の鬼滅の刃の
誰？炭治郎役って女の子夏希さんって言うんだ。花江夏希氏。スパイファミリー？ユルフォージャー役の夜さんか。ユルフォージャー役の沙織さんが参加します。アーティストの小室哲哉も行って生配信して、そうなんだ、小室哲哉さんも来るんだ。ちょっとね行こうか迷ってたんですよね。もう来週来週でしたっけ。ちょっとジャパンエキスポ私未だに行ったことなくて行ってみようかなって今年ちょっと迷い中なんだけど、久美ちゃん誘ってみようかな。何曜日だろう。7月11から14やるの。7月14。待って、今見て何、私の顔認証しちゃう。15時15分。ありがとう言わなきゃ。ありがとう。私も15時15とか5時5分とかでたまたま見た時に1分間ありがとう言い続けるをやってる。で全然関係ないんだけど日本は暑いってお話。この待ち受け涼しそうでしょ私これに似てるって言われるのアザラシ似てます涼しそうでしょ。夏にぴったりの待ち受け画面で、何の話だっけ。そうジャパンエキスポ7月11から14。7月11から14。今週の木曜日から日曜日まで。14日ってキャトジュリエでしょ。なんだっけ、革命記念日ですよね。そんな日にかぶせてやるんだ。14日は絶対交通の面で不便になると思うから行きませんが、行けたらいいかもしれないですね。楽しそうですね。スパイファミリーのロジャー違う、ロッティ、私が勝手にロッティって呼んでるんだけど、旦那さんの方、主人公というかアンニャちゃんのパパの声優さんだったら絶対行ったと思う。大好きなのロッティボンジュー。静岡は40度。すごい40度。ライブ始まりから40人オーバー。本当にありがとうございます。見ていただいて何でもチャットください。お待ちしてます。そんなに見てくれてるんだ、嬉しいですこんばんはしてる。どんどん連絡に使ってくださいありがとうございます。ちょっとねオリンピックにかぶせてのご依頼もたくさんいただいているのですが、メッセージが混み合ってしまってサイトも多分混み合ってるんじゃないかな。開こうと思っても開けなかったりなんていう不具合が私の携帯だけなのかサイト全体なのか分かりませんがあって、なかなかスムーズに会話ができなかったりするので、もう本当にぜひ直接インスタグラムアメブログにメッセージをください。概要欄に載ってます。ご依頼してる秀夫です。こんばんは。もうすぐですね。インスタグラムのメッセージ機能ではなくてアメブロで連絡ですね。いえインスタグラムのメッセージ機能で OK です。一番、私としては、スムーズに連絡を取り合えるのはインスタグラムのダイレクトメッセージ、機能からですので、インスタグラムのメッセージ機能からメッセージくださいオリンピック楽しみです。今フランス観光客が減っているというニュース見ました。いいですね。空いてますか？そう、今日はねちょっとその話もしようと思っています。もうあとどれくらい？もう1ヶ月切って、オリンピックまで1ヶ月切っているのですが、本当にパリ観光客の人いなくてすごい激好き。でもね、一時期今ピンポイントでちょっと前から今がセール期間なのでちょっとだけ観光客の人増えているのですが、フランス人の予想ニュースとか、あとエッフェル塔とかで働いているお友達とかのお話を聞くと、オリンピック直前までは例えばエッフェル塔の中のレストラン、大人気のレストラン、星付きレストランとかも予約がいっぱいなのに、オリンピック期間中は意外に予約が埋まっていなくて、全然ね観光客の人とかもオリンピック期間中は来ないんじゃないかっていう、でどうしようみたいな感じになってるらしいです。っていうのもオリンピック期間中にちょっとね、多分フランス調子に乗っていろいろなものをですね値上げし
しすぎてしまったようで、例えば、ルーブル美術館とかそういう観光名所のチケットの値上がりもしているし、もうそれは住んでいるのですがしているし、エッフェル塔も登るのにオリンピック期間中確か倍ぐらいの金額になるみたいな感じだし、プラス交通機関ね、例えばロンドンとパリをつないでるユーロスターっていう新幹線のような電車があるのですが、その電車も通常料金の倍の料金になってたりとかして、もう本当にいろいろなものが値上げします。だんだんしているものもあれば、オリンピック期間中にドーンって倍になりますっていうものも結構あって、その他にもパリ滞在中に使うメトロとかの公共交通機関の料金も倍に値上がりするし、もうちょっとね調子に乗ってというか便乗してオリンピックに値上げをしすぎちゃったようで、いろいろなもので観光客の人がオリンピック期間中に全然来ないみたいな感じになっちゃって、ホテルもオリンピック決まりましたってコロナ終わっても落ち着いて人が来だしてオリンピック決まりましたってなった時には、いきなりオリンピック期間中のホテル代がドーンって値上がりして10倍とかになっちゃったみたいなホテルもあったのに、ゼロが1個増えたみたいな。なのに結局近づいてきて今の時点で全然ホテルとか埋まってないようで、いきなり直前割引みたいな感じでホテルが値下げしていたりするらしいです。だからオリンピック期間中すごいパリ混むっていう予想を私はしていたのですが、意外にねオリンピック期間中の方がパリがすごい空いちゃうかもしれないっていうで、もっとフランス的には儲かると思ってたのに、ちょっとやりすぎちゃって逆効果で裏目に出たっていうんだっけでね、ちょっともしかしたら全然人来ないんじゃないか、どうしようみたいな感じにフランスがなってます。フランスというかパリがなっています。で住んでいるフランス人パリジャンもう本当に生活しにくいから、交通規制とかでみんな、そもそもバカンス期間中なのでみんなパリの外に出ちゃうし、だからもしかしたら逆にオリンピック期間中人があんまりいなくて過ごしやすいかもしれないです。ただ、オリンピックに来るという方も、ついでに観光もしたいなっていう方がほとんどだと思うのですが、オリンピック期間中は例えばルーブル美術館とかも普段は当日チケットとかも買えるのですが、そのサイトを見たらいろいろなそのルーブル美術館、オルセイ美術館とかいろいろなサイトのチケットの公式ホームページを見たら書いてありますが、例えば何日から何日は事前購入の予約チケットのみでしか入れませんみたいな日がいろいろな観光名所にあって、でその時はいきなり行っても、例えば、ルーブル美術館にちょっと時間が空いたからフラッと行きたいってなっても当日チケットっていうのが売っていないので、絶対この日に行きたいっていう予定が決まっているなら、もう本当になるべく早めにチケットは取った方がいいと思います。これからルーブルとか値上がりすることはないと思うので取った方がいいのと、エッフェル塔に登りたい場合にも昨日聞いた話ではオリンピック期間中に値上がりするって言ってたから、事前に多分チケットを取っておけば値上がりしないのかもしれないので、そういうのも含めてちょっと時間が空いたからいきなりフラッと行ってみようっていうのがなかなかできないのがパリっていう場所なので、何でも事前にチケットは取っておいた方がいいと思います。だいたい時間指定のチケット、例えば10時から11時に入りますみたいなチケットをみんな売っていますが、サイトによっては、5ユーロとかほんのちょっと手数料を払えば1日フリーでいつ行ってもいいですよっていうチケットもたくさん売っていて、その日本語バージョンのサイトとかもたくさんあるので、そういうので取っておくと自由が利いていいんじゃないかなって思います。あとね、すみません、一回コメント読みましょう。喋り続けちゃう癖が出た。いろんなことを皆さんに伝えたくて本当にね、観光客の人がねすごい減ってる。昨日そのエッフェル塔のレストランで働いている子と会ってたんだけど、なんかフランス人の子なんだけど、日本人が本当に最近全然来ないらしくて、前はエッフェル塔なのでたくさん日本人見たらしいのですが、ここ最近本当に日本人がいなくて、大丈夫とかすごい聞かれて、日本大丈夫みたいなこと聞かれて、で日本人のお客さんたまに来ると
服装がすごい清潔感があって美しくてきちんとしてるから、同じアジア人でもすぐこの人たちは日本人だって分かるらしい、フランス人から見ても。だけどやっぱりレストランに行っても円安のせいでなかなかねこうお金の使い方も楽しみきれてない感じがあって、なんか日本大変だねって昨日すごい心配されちゃってでレート見たら1ユーロ174円になってて、本当に今びっくり状態です。だからオリンピックとかももうこれ何回も言っていますが、パリに来たら円換算で脳みそをそのままにしてしまうと、例えば5ユーロだから今1ユーロ174円だからこれくらいとか考えながら使うと本当にね何でもね激高に感じてしまいます。なのでせっかくもうチケットを買って来てしまったらなるべくこう円換算を頭から抜いて、例えばこれリミットを自分で決めて限度とかね、いろんな使い方ありますが、じゃあ1日例えば、5万円は使おうみたいな決めて、その使っている間はそんなに円換算をしないで使った方が心的にも楽しめるんじゃないかと思います。いちいちねこう電卓とかで計算すると本当にすごい金額です。私もびっくりしちゃう。私はもうユーロで生活してユーロ感覚ではいますが、ちょっと円だといくらかなとか言って計算するとすごいことになるので、なのでもうパリフランスに来たらフランスのこう脳みそユーロの脳みそに切り替えて遊んだ方が楽しめ、どうせ遊ぶなら楽しめるんじゃないかなと思います。それくらいすごいですね。今パリの値上がりプラス日本の円安で差がすごくなってます。何おすすめされていらっしゃったスイートトゥース見ました。ハトが攻撃してきたちょっとすごい攻撃されつつかれた。なんだっけ。おすすめされていらっしゃったスイートトゥース見ました。面白くて一気に3シーズン全部見ました。面白いでしょスイートトゥース。結構深いお話ですよね。主人公の男の子可愛いし、見てくれたんだ嬉しい。今日は家にいるより仕事場に行って冷房をキンキンに冷やしてる方が過ごしやすいです。30度超えてたらそうなりますよね。ちょっとごめんなさい、マイク入ってるのかな。そうなりますよね。私も暑すぎる、今年は暑すぎる日っていうのがまだパリには来ていませんが、そういう日はフランスのアパルトマンって冷房ないからデパートとかに行ってね一日作業してたりしますけどね、これもちょっと前にお話ししましたが、冷房のお家に冷房がないでもう慣れて10年ぐらい生活をしているせいか、ちょっと冷房が効いてるカフェとかに行くと本当に寒くてカフェ出た時に病気っぽくなっちゃうの。本当に調子悪くなっちゃって、暑すぎるのも体に悪いけど自然じゃない涼しさ、冷房で作り出した涼しさって体の温度調整がもうなんか自然ナチュラルな方に慣れちゃってるせいかなかなかできないみたいで、本当にね病的になんかげっそりしたりとかしちゃって、やっぱり体も慣れなんだなって思ってます。だから私はもともと暑いの好きですが、なんか冷房のパリのこの気温だったら冷房の涼しさよりは湿気もないので扇風機ぐらいがちょうどいいなって感じてます。あと床屋さんにお電話ねまだしてません。日本に帰ったらねこんばんは。ベラ座近くなんですね。今日は結構涼しいんですかね。長袖着てらっしゃるので、はい今23度変わってないか、23度です。朝とかは結構肌寒くて、今もさっきも通りましたがダウン朝、お家出たとかいう方は本当に結構寒かったと思うので、薄手のユニクロのライトダウン着てる人とかもいたりするぐらいの気温です。朝晩は本当に最近というか朝晩は涼しいですね。もう窓を開けたらそれこそ冷房ってぐらいの冷たい風が入ってくるぐらい涼しいので、軽い上着は絶対にこれからパリに来ようという方は夏でも持ってきた方がいいと思います。今日のコーヒー代、今日は何かな。今日は自転車おじさん来るかなナイススパです。ありがとうございます。ゼロさん本当に毎回ありがとうございます。私は毎週幸せです。ナイススパですハート押せるかな。いつもハート押せない。また押せないや。
あ、押せたナイススパです。今日もちょっと自転車おじさん探しにいつものスターバックスに来てて今日もパリのカップです。可愛いでしょ。今日はね、一番大きいサイズ、ベンティーサイズにしましたお顔ぐらい大きいですこれをカフェラテかな飲んでます。いつもカフェラテとか頼むときはカフェラテエキストラショットで頼むんだけど、エキストラショットっていうのは英語、エスプレッソの量を増やしてください。普通は2個なんだけど3個から4個にいつも増やしてもらって、プラス、ショっていうのはフランス語で熱いっていう、あったかいっていう意味だから、エキストラショってすごく熱いなんていうの、ベリーホットにしてくださいみたいな感じでいつも頼んでますいつもありがとうございます。後でね、ちょっと行ってみたいドーナツ屋さんがそこにあってゼロさんのお小遣いで行ってきます。食べてくるありがとうございます。自転車おじさんはオリンピック選手で今キャンプで練習中です。まさかのオリンピック選手だったの。何競技？トライアスロンの歌とかあるのかなそういうことか。じゃあ頑張ってるのか。心配しなくてもいいのか。差し入れとかしたいなボンジーデペメキシコからこんにちはいつもありがとうございます。横浜36度。わー、日本暑い。さっき最初にお話ししたなんとかーニャみたいな、なんとかーニョみたいな気候、エルニーニョの時って寒いところの反対側がすごい暑くなるらしい。地球のね、地球のお話、地球が丸くてこっちの方が寒かったらこっちの方が暑いみたいになるらしいから、なんか日本がすごい暑いからフランス結構涼しいのかもしれない。フランスと日本は反対側までは行かないけど遠いですもんね。そうかもしれないヘアドネーションね。ヘアドネーションはね、それならあと10年ぐらい伸ばさなきゃロングのままじゃなきゃ。はい、皆さんありがとうございました。って私からもありがとうございますあ、めぐぐたんに夜ファージャ少し夜ファージャコスし夜ファージャコスねしてほしい。夜さんのコスあれセクシーですよね。こう足とかになんだっけナイフとかすごい刺してますよね私も暗殺とかできるかなバレちゃう。 YouTube で暗殺者なんて言ったらすごいなんか UFO とか来て連れさらわれそうロッティね、ロッティ会いたいな。あんな人いるのかな。あ、来ました。先週はお世話になりました。来てくれてありがとうございます嬉しい。こちらこそお世話になりました嬉しいな。なんかこうやって皆さんとつながり続けられてる感じが、私はこの地球に生まれて一人じゃない感じがしてすごく幸せです毎週ほっこりしてます人間ってなんか意外に脆いですよね。すぐ一人ぼっちになっちゃうのけどね、すぐ一人じゃなくなれるしいいですね。なんか地球に人間率高くてよかった絶滅危惧種とかだったらお友達見つけるのすごい大変そうですもんね人間でよかったボンジュール。日本は連日40度超え。暑いよね。暑いんだ。連日40度超えなんですね。本当に連日なんだ。すごいな。パリも何年か前そんな年あったんだけど、今年は本当に涼しい。しかもさっきも話した通りパリでお家にも冷房ないし、建物もそんなに冷房を入れないんですね。日本だったら夏になったらすぐ冷房って感じですが、そんなに入れない。涼しい日、今日もスタバにいますが冷房入ってないし、そんなに空調管理を完璧にしないというかしないから、普段あんまり
暖房は使うことがあっても寒いと死んじゃうから。だけど冷房を大きいお店でもそんなに使わないからフル稼働するとかがあまりないから、何年か前の暑すぎた年、40度超えみたいな日が続いた年があって、その時にはいきなりみんな冷房を設置して、レストランとかお客さんがもう食べてられないぐらい暑かったから設置してつけたりしたんだけど、電気もちゃんとしてないパリなので、街が古くて完璧ではないので、すぐにね取り付けた冷房とかが壊れちゃって、その年はほとんどのお店とかレストランが従業員が病気になってしまうのでお店を閉めますとか、暑すぎて働いてられないのでお店閉めますっていうお店がすごい多くて、お洋服屋さんとかもそんな感じでみんな閉まっててびっくりした。なんか冷房は取り付けただけでいいわけではなくて、ちゃんと動かないと意味がないんだなって思ったでそれが完璧に動いてる日本ってすごいんだなって思いました冷房一つ動かすにも普段使ってない国では大変なんですねあ、ごまちゃんかわいいごまちゃん、リアルごまちゃん、さっきの待ち受けそう、ごまちゃんに似てるって言われるなんで？ちっちゃいから？いつもこうやって見てるからかな、人のことゴミ袋トレーニングの動画拝見したのですが、もしかして以前プロ格闘家として活躍されてた時期があったりしますか？素人さんのフォームやスピードや負荷ではないように見えました。本当にそんなことはないですが、一応今も柔道の先生をしているのでずっと鍛え続けてるからだと思います。ちなみにトレーニング動画でこうシュッシュッシュッってやってるボクシング、あれは任天堂のスイッチで覚えましたあれはね自己流ですエヴァンっていうねかっこいい先生がいて金髪の、自分で髪色とかも決められるんだけど、エヴァンと毎週頑張ってますこんばんはしてる。涼しいパリに戻りたい。パディントンより涼しかったですね。1日だけ暑かった。暑かったんだっけ？ 1 日だけ暑かったですね。その後の2日間涼しかったですよねパディントンの写真後で送りますごめんなさい、個人的な会話になってて涼しかったですよね。風が吹くと今日もすごい涼しいですよ池袋のね床屋のヘアドネーション、日本に帰ったら電話します。海外料金になっちゃうから5月にパリに行った時はオペラ座の正面は工事中でした。まだ直している最中かな。はい、まだそこ広告があるのでまだ工事中です。オリンピックに間に合わないと思うパリは張り切ってオリンピックまでにいろんな工事を始めちゃったのですが、終わる気配が全くなくて、道とかも工事中のまま多分オリンピック始まると思うでもそれの方がパリらしいからいいかなと思うんだけど、まあね、オリンピックの目的ってスポーツだから、別に街が綺麗であろうがなかろうがアスリートさんたちが頑張れる場なので、そこさえ整ってればいいんじゃないかなと思います長野オリンピックに行った時ですが、メイン会場からバスで2時間も離れているホテルしか取れませんでしたね。普通はそうなると予想していたのですが、パリのオリンピックは全然ちょっと予想では人が来ないかもで、さっきもその原因がちょっと値上げ、いろんなものを値上げしすぎちゃったってお話をしましたが、プラスして本当に不便、パリの移動、パリ市内で過ごすことが本当に不便で、交通規制とかをすごくしちゃうので、これからオリンピック期間中に来ようという方はもうすでにご存知かと思いますが、開会式の日とかそういう日、他にもオリンピック期間中にはその会場の周りが近づけなくてチケットを持っている人しか入れないとか、あとそのセーヌ川の付近に近寄るには QR コードを事前に申請しなきゃいけないとか、なのでその付近にそのエリアに泊まっている人だとホテルに行くのですらいつも QR コードを見せなきゃいけないってなっちゃったり、
あとね、昨日そのエッフェル塔で働いてる子から聞いたお話だと、例えば、エッフェル塔へのアクセスも本当にとても面倒なことになってしまって、その子は働いてるからもう QR コードを持っているのですが、例えばですが、ロンドンから倍の金額を払ってユーロスターのチケットを買ってパリに着きました。でパリに着くと、ロンドンからパリで着いた駅は北駅なのですが、北駅っていうギャルドゥノードっていう駅に到着するのですが、そこからまた電車に乗って行こうとしても、途中の区間、オリンピック期間中は会場がある駅には止まらないとか、あとウーバーとかタクシーもすごい値上がりしている。プラスメトロに乗ろうとしてもそういう止まらない駅があってすごい不便だったり、チケットも倍の金額になっている。だからすごいいつも以上にお金をかけて、プラスすごいいつも以上に面倒なことをしてエッフェル塔まで行かなきゃいけないっていうことになる。だからみんなもうなんかそこまでして高いお金払ってまで面倒なことをして QR コードまで取ってまでエッフェル塔に着いたとしてもエッフェル塔の料金もすごい値上がりしてるし、なんかそんなに頑張ってまで行かなくていいかみたいにみんながなっちゃってるみたい。だからね、住んでる人とかもですが、オリンピック期間中とにかく交通の面がすごい私も心配でして、オリンピック期間中にご案内するお仕事もたくさんいただいているのですが、移動がねちょっとどうなるかなっていうふうにちょっと心配しています。ネットで公開されている、で国から公開されているこの区間は、メトロ止まりませんとか規制がありますっていうプラスになると思うんですね。フランスなのでその時によって本当に全然違って、公式で発表されているものと全然違う区間まで規制されちゃったりとか、そういうことも全然ありえるから、もう臨機応変に対応するしかないのですが、みんなほとんどの人が初めての経験で、私もなのでどうなるかわからないけどちょっと心配な面があります。でこの話の流れで、今円安で来てからも高いで、メトロのチケットがすごく値上がりして倍の金額、今 2.15 ユーロが 4. 何ユーロ倍の金額になります。で、オリンピック期間中タクシーとかも値上がりするし、交通規制が多くてタクシーの移動っていうのが結構不便になると私も予想してる、みんなも予想しています。そうなるとやっぱり公共交通機関のメトロが大活躍するっていう予想なのですが、そこでチケットが1回、今1枚 2.15 ユーロなのが、4. 何ユーロに上がっちゃうので、倍の金額を払ってメトロをたくさん使うっていうのも、結構今1ユーロ174円なので4ユーロって結構大きいと思うんですね。で日本と違って距離で金額が決まっているわけじゃなくて1回1枚っていう感じなので、乗るために4ユーロちょっとかかっちゃうので、ちょっとでもそこの部分絶対使うその公共交通機関料金を安くしたいという方は今すぐにでもフランスのスイカ、フランスでいうスイカのようなナビゴっていうチケット、インターネットでナビゴって検索するとすぐ出てくると思うのですが、そのナビゴのアプリっていうのはあるので、それをインストールダウンロードして、でそこで携帯にチャージできるアプリっていうのがあります。で現地に来てチケットを買わなくても日本にいるうちにそのアプリをインストールすれば、ダウンロードすれば、そこで事前にチケットを買っておくことができます。でちゃんとメトロの人にも聞いたのですが、従業員さんにも聞いたのですが、事前に買ったチケットはオリンピック期間中の値上がりしている期間にも値上がりすることはない、そのままの金額で使えるらしいので、ちょっと交通料金ちょっとでも抑えたい方は日本にいるうち、確か7月20日ぐらいから値上がりしちゃうらしいので、その前にアプリをダウンロードして事前に例えば10枚とか20枚のチケットを買っておく、クレジットカードで買えて、でもうこの携帯にチャージされているので、乗るときに携帯でピッてやればメトロ使えるので、それで
何枚か絶対使うであろう、例えば10枚とかをチャージしておいた方が、半額でメトロが使えることになるのでおすすめです。なのでちょっとこれも言いたかった情報なのですが、ぜひオリンピック期間中メトロ使うっていう方は、今すぐにでも、チケットの有効期限は何年かあって、何ヶ月で切れるものではなくて絶対に使えるので、もう数枚でもいいのでチャージしておくことをお勧めします。でプラス最近よくいただくご質問で、1枚のナビゴ、携帯にチャージではなくて携帯にチャージでもいいのですが、カードね、スイカみたいなカードを複数人で一緒に使えますか、2回ピッてやれば2人で入れますかっていうご質問を結構いただくのですが、これは使えません。ナビゴは1人1枚のものです。なので2回ピッてやったからって2人分にはならなくて、コントロールの人がいると容赦なく罰金80、100ユーロ弱ぐらいの罰金をされてしまうので、観光客で分からなかったというのはもう通らないので、絶対に1人1枚のカードか、1人1個の携帯にチャージして使うようにしてください。わけは紙のチケットはできますが、チャージしたもの、携帯とかカードにチャージしたものはわけできないので注意してください。これもね、結構ね、最近ご質問いただくんですね。日本のスイカってそもそもわけシェアわけって言ってた、シェアできるのかな、どうなんだろういっぱい喋っちゃった。ちょっといただきます。美味しいね。ちょっとね、みんなにも本当に伝えたいこと多すぎて動画も撮ってるのですが、編集がオリンピックまでに追いつかなそうなので、こうやってライブで出していこうと思いますなので何でもお気軽にご質問ください。この機会を使ってじゃんじゃん何でも聞いてくださいどこまで読んだっけ。はじめまして、こんばんはしてあ、こんばんは。ウィンドウにレゴの袋が映ってますね。レゴ大好きな私本当映ってました。誰か使ってたのかな。今ね、スターバックス、すごい全然話ずれちゃうのですが、これハウス・オブ・ザ・ドラゴンとコラボしてるみたい。ハッシュタグチームブラックで検索してください。日本もコラボしてるのかな、わからないけど、なんかスタバに入ったらスタバ中が真っ黒のこの旗みたいなのが天井からぶら下がってて、スタバの店内が真っ黒なドラゴンだらけになってたこれ日本もコラボしてる。かといってカップが変わったりとか何かが変わってるわけじゃないんだけど、店内だけちょっとハウス・オブ・ザ・ドラゴンの感じになってますそれを誰も気にしないフランスあ、チケット時間指定なんだ。はい、あれですよね、ルーブル美術館とかのチケットですよね。はい、事前購入のチケットはモン・サン・ミッシェルでもどこでも大体は時間指定のチケットが主流です。いつでもその時間内に入れなかったからといってダメって言われることも私の経験上ないのですが、だけど一応人数の多分コントロールをしたいから時間指定になってると思います。で最近私もルーブルとモン・サン・ミッシェルのチケット取りましたが、日本の何かのサイトから取ったらいつでも入場可能みたいなチケットも手数料なしで取れたりして、なんていうサイトだったかな、それはモン・サン・ミッシェルのチケットなのですが、なんていうサイトだったかな。手数料無料でした。こういうのすぐ出てこないところが、チケット会社って載ってるかな。チケット会社載ってないや。ちょっと検索してみてください。日本のサイトとかもたくさんあるので、そういうので1日のうちのいつでも入っていいよっていうチケットを買うと自由が利いていいと思います。公式のサイト、前回昨日か上げたYouTube 動画、フランスのクレジットカード事情についてっていう動画内でもお話ししていますが、公式サイトからチケットを買おうとすると本当にフランスのサイトって日本人の方がご想像される以上に出来が悪くて全然動かなくなっちゃったりとか、買おうと思ってもサイトがもう動かなくなっちゃうってことが結構あるんですね。なので
諦めずにやり続ければ買えるのですが、そういうのもすごい面倒だと思うので、別に公式から買ってもどこから買ってもチケットはチケットで一緒なので、スムーズに自分が買えたりとか、後々何かあった時に例えば日本語対応をしてもらえるとか、英語がお話しできる分かる方は英語対応してもらえるっていうサイトを選んで買った方が安心なんじゃないかなって思います。公式サイトだからって払い戻しがあるとは限らないので、そういうのもねフランスには期待できないので、自分で後々のことまで考えて自分自身が対処できるようなサイトから買うのがいいと思います。観光客少ないんですか？意外。すいません、なんかコメント読むのがすぐ遅くなってます。そう、すごい少ないですよ。普段はもう7月、今バカンスに入ってるのでもっと観光客の人で溢れ返るのですが、今年は本当に少ない。円安だけどユーロ上がりすぎて、本当ですよね。ユーロ、あとパリの物価もすごい上がってるから、ちょっとなんかユーロで生活してても物価上がってるなって感じるのでね、どうなっちゃうんでしょうね。これでオリンピック期間もっと値上げするんでしょう。強気ですよね。すごい強気。私もヨーロッパでは服装で日本人を見分けてナンパします。ナンパするんだ。最近私も、最近というかアジア人の中でも日本人だなとか韓国人だなって分かるようになってきた。1ユーロ170円は高すぎるですよね。びっくりしちゃった。174円ね。172で収まるかと思ったら174まで行きましたね。なんで？なんかナンバーレス化とかし始めたから、そういうこと関係あるのかな。なんでだろう。ナンバーレスじゃない、ごめんなさい。昨日の動画が残ってた。あれマイナンバーでしたっけ。なんかそういうのとかいろいろ日本のシステムが遠くから見てると最近変わってる感じがして、そういうのもあるのかな。なんか安定してない感じがする。日本どうしたんだろう。オリンピック過ぎるまでは円安続きそうですね。オリンピックも関係あるのか。私も夏休みパリ検討してましたが、円安に加えてオリンピック期間だけ閉鎖している場所などかなり多くて、普段より楽しめなそうなのでやめてしまいました。そうですね、本当にね、オリンピック期間中はオリンピックのチケットを持っていて見に来ますっていう方は楽しめるかもしれないけど、そうじゃない方はもちろん来たら楽しいし、普通に歩いてても楽しい街ってすごく美しいしいいのですが、普段通りに楽しめなくなっちゃう交通規制とか閉まってるお店とか多すぎて、なので普通にただオリンピック関係なく楽しみたいという方は、オリンピックを過ぎてから結構お値段が落ち着くっていうニュースも出てたので、9月入ってからパラリンピックももう終わりますっていう時期からが結構落ち着くらしいので、そのあたりに来た方がいいんじゃないかなし、気温も、今も今年は全然フランス暑くないですが、もしかしたら来月は結構暑くなるかも。だから9月ぐらいになった方が過ごしやすいんじゃないかと思います。ヘアドネーション池袋に電話まだしてないの？してないです。せっかくフランスに旅行に行ったら円換算せず存分に楽しんだ方がいいですよね。ねえ、なんかね、そう思うんです。私も円換算すると同じものを買うときにも心がちょっとねチクってする。同じクロワッサン買おうと思っても1.2 ユーロぐらいなんですが、1.2 ユーロって感じで出すのと174円だからいくらかみたいに考えて出すのでは、やっぱりね心のチクチク感が違うと思う。もちろん大きいお買い物をするときには換算した方がいいですが、そういう日常的なものをね、ちょっとパンを買うとかお水を買うとか、ちょっとカフェに立ち寄ってエスプレッソを飲むとか、もう別に円換算したからといってやめないような支払いの時には換算しない方が心が安定すると思います。東京夜なのに30度、暑いですね。日が沈んでもでも湿気がありますもんね。暑そう。秀夫さん、メグさんは柔道の師範代ですよ。実はそうです。脱いだらすごいんです。そうなので動けるんです。去年の今頃パリにいましたが34度ありました。ベルサイユで全く
木陰がなく熱中症寸前でした。去年も暑かったですね。本当にベルサイユって木陰ないですよね。待つ時の入るまでの広場、私もねあそこで38度の日にベルサイユに入るためにもう事前チケットもあってもセキュリティチェックのために並ぶのですが、何時間だっけ、あの時が一番パリの観光客ピークで3時間入るだけで3.5時間待ち、3時間半待ちだったんですね。で何にも本当に何も日が遮るものがないだだっ広い石畳の上で3時間半立ち続けて本当倒れるかと思った、そんな年もありましたね。懐かしい。ヘアドネーション忘れてないよほら断髪さん2人、待って、ヘアドネーションさんと断髪さんって別人？もしかして私同じかと思ってたけど別人なのかもしれない。誰か謎を解いてアサシンめくく怖いアサシンって言ってかっこいい私でも暗殺するの嫌だな、あんまり人殺したくない怖い、なんか記憶の片隅に蓄積されていきそう全然関係ないけど昨日こんな大きいクモがベッドにいた。こんな大きくない、これくらい全然関係なかった。びっくりした。初めてあんなに大きいクモ見たパリにあんな大きいクモいるんだと思った。気候が変わってるからかな。先週パリに行ってきました。パリ市内から空港までタクシー使ったのですが、シャルル・ド・ゴール空港、パリ市内シャルル・ド空港ってタクシー代変わりますか？変わりません。定額です。もしも変わるとしたらホテルに、事前にタクシーを頼んだ場合には、そのホテルに頼んだ代っていうのご依頼代みたいなのが3ユーロから6ユーロぐらいかかったりとか、あとはバンに乗った場合にはちょっとお値段が高かったりしますが、基本的には定額なので料金は変わりません。右岸セーヌ川の上、右岸北の方が今いくらなんだろう、60とかかな。で左岸の方、セーヌ川の下の南の方だともうちょっと高くて65とかそれくらいだったと思います。ちょっとこれも確実ではないですが、左岸の方がセーヌ川の下の方がちょっと料金が高いから乗った場所が川下か上かでも料金は変わります。でもそんなに大きい差はないです。これももしかしたらオリンピック期間中は結構値上がりするかもしれないです。なぜか日本では今オペラ座の怪人の映画をリバイバル上映しています。そうなの？ねぐぐさん、オペラ座の地下には行きましたか？オペラ座の地下、誰でも入れるところは行っていますが、そのオペラ座の怪人の舞台というかモデルになった場所は行ったことないですね。入れるのかな。リバイバルといえばベルバラも映画化になりますよね。そうなの？なんかフランスオリンピックでこういろいろフランスのものがリバイバルされるのかな。ベルサイユのバラ見たいな。実写化ですか？日本人の方がベルサイユのバラの金髪やったら宝塚の人みたいになりそうですね。ダソメちゃん右岸左岸で違った気がします。さっきの交通料金、そう右岸と左岸で料金が違います。断髪してくれるんだ。じゃあパリに出張に来てください今月パリ五輪に行く予定です。不安ばかりですがいつも配信参考にしていただいています。よかった。何でもご質問くださいね。私もちょっと不安。私どうなるかが見当がつかないけど今日ずっとお話ししている通りオリンピック期間中意外に人が少なくて過ごしやすいかもしれないみたいなフランスのニュースとかでも予想が立っているので、こう準備してくることには越したことないですが意外に大丈夫かも。ただスリは絶対に気をつけてくださいね。オリンピック見に来るイコール外国人っていう感じなので、あんまりねフランス人オリンピック本当にあんまり興味がない感じで、
それならヨーロッパリーグサッカーとかで今も盛り上がってる感じなのですが、なのでスリの人もオリンピック期間中は稼ぐぞっていう感じ、多分オリンピック期間中に一番働く気があるのはスリの人たちだと思う人気職業スリだと思うので、やる気満々のスリさんたちがいっぱいいると思うから、それには気をつけるようにしてください。ちょっとね、私はそれが結構日本人の方に対しては心配です。やっぱりオリンピック期間中ってこともあって気も張るし、いろんなものを見るし、その間になんか盗まれたりする可能性が高くなるから、ちょっと気をつけてください。もしかしたらほら稼ぐためにオリンピックのチケット取ってるスリもいるかもしれないし、ちょっとわからないので気をつけるようにしてくださいレゴの袋持っていかれちゃった。さっきあったんですね。後でアーカイブ見てみます。オペラ座の怪人30周年 4K 上映なんですか？すごい綺麗な映像だ。私聞きたかったんだけど、動画をアップするときにサイズとかいろいろ画質を選べるのですが、 4K、4K って誰でも見られるんですか？それともテレビによるのかな？なんか画質が綺麗なのは分かるんだけど、私がそれで編集してアップしても見れない人とかいるのかなとか、そういうところが分かってないご存知でしたら教えてください。あともう一個、そうだ、ごめんなさい、私お友達と喋ってるみたいになっちゃってるのですが、個人的な質問なのですが、最近ここ何日かマイクロソフトのアカウント、マイクロソフトからメールが来て、一時パスワードみたいな、ログインしようとすると一時パスワードで数字がメールに送られてくる設定にしてるのですが、なんかね、誰かが私のメールアドレス使ってマイクロソフトのアカウントにログインをしようとしているらしくて、もう本当にずっと来続けるの、諦めずに。でこれって何どうしたらいいか全然わからなくて、でマイクロソフトに問い合わせしようと思ったけど、問い合わせするのにログインしなくちゃいけなくて、ログインしようとしてる人がいるのをどうしたらいいかを聞くのに、ログインしなきゃいけないってなったら、なんかログインしちゃったらその人にまでログインされちゃうんじゃないかと思って怖くて、それができなくて、なんかすごいそういうことに強い方いらっしゃいましたら、どうしたらいいか教えてくださいちょっと怖い。フランスってね、情報漏れがものすごくて、話が行ったり来たりしちゃいますが、何回も国に提供している個人情報がもう何回も漏れていてですね、別に自分で対処すればいいだけなのですが、もう本当に年中詐欺メールとかがよく来るの。社会保険がもうすぐ切れちゃうのでログインしてなんか何々してくださいとか、あと郵便物が届いているのでアクセスして受け取りを確認してくださいとか、すごい巧妙なんですよ。日本から荷物を送ってもらいました、たまに送ってもらうのですが、送ってもらったらそれに合わせてそろそろかなって頃に詐欺のメールが、郵便局を装った詐欺のメールが来るからね、絶対どっかから情報漏れしてると思うんですよねでもまあね、フランスあるあるなので別に詐欺に引っかからなければいいことなのですが、コロナのワクチンパスポートの時もあれみんなが登録するじゃないですか、サイトに。その QR がないとお店にも入れなかったので、国が運営しているのかな、そのサイトにみんな個人情報とか全部登録して、保険番号とか住所とかお名前とか全て登録して、いわゆるマイナンバーみたいなのも登録してそのアプリ使ってたんだけどコロナが終わる頃かなになったら国から連絡が来て、情報漏れしちゃいました、ごめんね、詐欺のメール来るかもだから気をつけてね、いい一日よみたいな軽いメールが届いて、みんなのところに国民にで、おいみたいな感じで、それからしばらく結構みんな詐欺メールが続いたりとか電話とかがすごい多かったりしたんだけど、今はちょっとそれも落ち着きましたが、そんな感じでね、すぐ情報漏れちゃうんですね。すごい不思議で、それを重く受け止めない日本と違ってまあね、別に漏れたからって詐欺に引っかからなければいいこと
なんだけどそういう問題じゃない気もするんだよな感覚が狂ってきちゃったダンパツさんパリ五輪のチケットがいつの間にか大量に売却されてますね。あ、そうなんだ。やっぱり余っちゃってたのかな。ちょっと私も柔道のチケット取ろうと思って見たんだけど売り切れてて、人気のものはダメだけどそうじゃないものは結構余っちゃったのかな。あ、パリどこまで読んだっけ。日本早く帰国して私も帰国したいですよ。あさってから1週間パリ旅行です。あさってなんですね。パリはね涼しいですよ。今来たらすごい過ごしやすくて気持ちいいと思います。開会前は関係ないですか。なんだろう、値上げのお話ですか。開会前値上げとか交通規制は開会前日とかあるかもしれませんが、その情報はインターネットでオリンピック期間中の値上げとかで調べるとたくさん出てくるので調べてみてください。ちょっと開会前今は何も関係ないですけど、何日までいらっしゃるかにもよると思うのでちょっと調べてみてください2週間後にオリンピック見にフランスへ行きます。目的地はボルドーとナントです。パリはモンパラナス駅から TJB でナントへ行きます。スリが怖くてびっくりしました。ナントいいですね。ナントボルドーいいですね。モンパラナス駅はすごい大きいので早めに行った方がいいですよ。フランスはあるあるで、直前にどのライン例えば23のホームにこの電車が来ますとか直前にね決まるんですね。ホーム、電車が到着するホームがで直前に決まるにもかかわらずもっと直前になっていきなり場所が変更されたりすることがあるので、結構早めに駅に行って、例えば10時出発の電車なら9時半前ぐらいに着くようにしといて、で近くにたくさんカフェとかホームの前にカフェがいっぱいあるので、そういうところでコーヒー飲みながら電光掲示板をチェックしながらコーヒー飲んで待ってて、で人が入り始めたらもう決まったっていうことなので、その人たちに合わせてホームに行ってっていう風に余裕を持っていくのがいいと思います。結構モンパラナス駅本当に広くて乗り遅れちゃったっていう方もいらっしゃるので早めに行くようにしてください。スリはね、モンパラナスとか大きい駅とかで多いですね。北駅、モンパラナス駅とか東駅とかそういうところは本当にスリ、そういうところじゃなくても多いのですが多いので気をつけてください。ちょっとごめんなさい、このタイミングなんですがお花かませてください。久しぶりにお花かみタイム行かせてください。ちょっと後ろのパリの景色をご覧ください。わ、スタバのカビ痛い。はい、ただいま真っ赤になっちゃった。スタバの紙で噛んだら痛くなっちゃった。すごいコメント読むの遅くなってます。ごめんなさい。金理寺というバンドの猫猫という曲ご存知ですか。猫の歌を歌ってほっこりする可愛い曲です。猫を飼っている久美さんにおすすめします。久美さんにやったら教えてあげてください。ありがとうございます。何金理寺の猫猫は絶対教えます。ライブ終わったらすぐにメッセージするもう少しで90人見てくださってる方90人もいらっしゃるのですね。ありがとうございますすごく嬉しいです。明日東京の美術館に行く予定です。レオナール藤田やマティスの作品とかが展示されているようです。へー、東京、パリ、大阪で展覧会ですよ。レオナール藤田は好きですか。レオナール藤田ってどんなアーティストさんですか。ちょっとごめんなさい、ご存知ありません。存じ上げません。ちょっと調べてみます。ありがとうございます。おかげでナビゴ10枚チャージ完了しました行動力そうもうこうした方がいいって分かったらすぐに行動するようにしてください。完璧素晴らしい情報が役に立ってよかったです。本当に、ね、オリンピック期間中来るって方は今すぐにでもナビゴチャージした方がいいと思います。別に使い終わらなければ使い終わらないでも半額でチケットを買っていることになるのでそんなに損はしないと思う。
から買っておくのがいいと思います。わけわけは恵むわけわけは恵むあ、明後日からパリ行きます。バス乗るのって難しいですか？いや、難しくないですよ。でもな、そうね、ちょっと想像します。私がもう慣れちゃってるからそうだけど、でもパリのバスは結構分かりやすくて、Google マップで検索をするとバスのラインも出てくるので、その番号、例えば、86番とかのバスだったら、例えばこの大きい道にもオペラ座からルーブルまで同じバスが4カ所ぐらい停車駅があって、結構間隔が短いですね。なので乗る番号のバス停に行くと表が貼ってあって、行き先が矢印で書いてある。オペラ出発だったらこっち向きに矢印が出てればこっち向きに行きます、こっち向きに矢印が出てればこっち向きに行きますみたいな感じで書いてあるので、それでチェックをして道の、上り下りって言い方なのか分かりませんが、相向かいであるので、自分が行きたい方角に走るバスの方に乗る。で、停車駅も調べておいてもいいのですが、本当に短い間隔でバスって止まるので、もう目で見てこの辺りだなって、例えばサントシャペルに行きたいならサントシャペル見えてきたからこの辺りで降りようかなっていう感じで使う、感覚で使うことができるので、結構私的には便利だと思いますし、メトロに乗るよりも景色も楽しめるので、そういう面でもねすごくいいと思う。で、ちょっと裏技なのですが、屋根が開いている観光バスもいっぱいパリには走っているんだけど、それと同じようなルートを通るバスっていうのもあるので、バスも行き先距離によって料金が決まるわけじゃなくて、パリ市内だったら1回1枚なんですね、チケットが。なのでちょっと行きたい観光地を通るような線に乗ってずーっと景色を回って、バスツアーみたいにこのバスを使うのもいいんじゃないかな、おすすめだと思います。そういう使い方もある。もう景色を楽しむためにバスを使うっていうのもいいと思います結構パリって山手線の範囲ぐらいなのかな、結構狭いので、もしも迷って遠くに行ってしまっても、それほどパリ市内だったら自分が思っている以上に離れた場所に行くことはないと思うので、また郊外に行っちゃうと別ですが、なので、感覚フィーリングで使うのも使いやすいと思います。で、乗るとき降りるときは日本と一緒で、乗る際にナビゴだったらナビゴのピッてやる場所があるのでピッてやるし、チケットだったらチケットを入れる券売機があるのでチェックして出てきたビビってなって、チケットを入れるとビビって音がして戻ってくるので、それを取ってバスに乗り込む。で、降りるときにはバス内、車内にある赤いボタン、赤か黄色のボタンがあるので、それを押すと、日本と一緒です。次の駅で止まりますの合図になります。だから結構日本でもバスに乗り慣れている方でしたら難しいことはなく使えると思います。あとこれは豆知識というかですが、バス停には必ず携帯が充電できる USB の差し込み口がどのバス停にも、ほとんどのバス停、屋根がついているようなバス停だったらあります。だからバスを待っている間にそこで自分の USB 挿して携帯を充電することもできるし、別にバスをご利用されない方でも誰でも自由にその USB の、差し込み口使えるので、ご旅行中に突然充電がなくなっちゃって今すぐ携帯を充電したいとかいう時には、近くにあるバス停、屋根がついているバス停なら USB の差し込み口があるので、そこで誰でも充電できるので使ってみてください。結構ね、椅子もバス停なので椅子があったりするので座りながら充電できるし、観光客の方には便利だと思います。ちなみにフランスというか、フランスかな、パリでもですが、ではカフェとかに入って、レストランとかカフェに入ってコンセントの差し込み口さえあれば誰が自由に使っても OK です。日本だと店員さんに聞いたりとかするかもしれませんが、フランスでは差し込み口があれば使ってて言われることっていうのはないので、自由に使って大丈夫です。
もしもちょっと気になって怖い怖いな感じでしたら店員さんに使っていいって聞いてもいいと思いますが、聞いてる人見たこともないしダメっていうことも一度もないので自由に使えます。でちょっとね夜レストランでお食事をしてる間に充電したいとかいう時には使っていいと思います。ただ自分のお席から離れているところで充電をしておくと気づいたらなくなってるっていう盗まれてるっていうこともあるので、それには絶対に注意が必要です。例えばお席に座ってて足元にコンセントがあって自分で線を刺したまま自分の携帯が目と手の届く場所で管理ができるっていう感じの状態で充電するようにしてください。お席を選ぶ時もコンセントが使えるお席を選ぶとかそういう風にするようにしてください。充電をしてるから取られないっていうことはないので、必ず貴重品は自分で管理するようにしてください。どこまでいったっけ？さんらしい表現？めぐめぐさんらしい表現、わけわけが私らしかった。普段わけわけとか言っちゃうからこういう時に出ちゃいますね。フランスではわけわけのこともちゃもちって言います。かわいいでしょ。もちゃもちもちゃもちってわけわけのこと半分こもちゃもち髪の毛少ない方に前髪をウェイク髪の毛少ない方に前髪これヘアドネーションのお話。10枚綴り20枚綴りのがちょっと安いんでしたっけ？ナビゴイージーは。はい、10枚と20枚はそんなに変わらないですが、1枚ずつ買うよりは10枚綴りカルネっていうものを買った方が安いです。10枚綴り 20枚になるからって10枚よりも安いことはないと思います。確かにオリンピックのサイトも何回もダウンしました。なぜか iPhone より Android の方がアクセス安定してました。でしょ？本当にフランスのサイトってね、びっくりするぐらい出来が悪いんですね。なんでだろう。まあそれでも別にそこまで不便しないことだから直さないのかな。本当フランスに来てみてというか外国に行ってみて思うけど、日本みたいに完璧を求めたり使う人の、便利さとか、自分に対しても便利さを求めるってことがないのか、日本人がありすぎるのかわからないけど、そういうのが感じられない。快適さをみんな求めてない。そんなに不思議ですよね。めぐぐさんは柔道の師範代でしたか？お嬢様のような雰囲気なのにアスリートさんでもありすごいですありがとうございます。お嬢様なんて言われることないけど、前世はベルサイユのバラのどこかにいたかもしれない調子に乗ったオリンピックの期間中は交通規制あるんですか？はい、あります。会場の近くには近づけませんし、開会式の日は図をたくさん調べたら、オリンピック期間中、パリオリンピック期間中交通規制で調べるとたくさん出てくると思いますが、赤の範囲はチケットを持っている人しか入れないとか、そういう規制があったりとか、オリンピック期間中の何日から何日まではこの駅は電車が止まりませんとか、そういうのが結構細かくあるのでご覧になってみてください単発さん今月に入ってパリのホテル予約価格が暴落しましたでしょ。五輪期間に先月まで同じ値段で2つ星だったのに今月は3つ星が予約できました。強気もそろそろ終了を感じます。本当ちょっと強気にやりすぎた。今チケットホテルを予約してて、キャンセル料無料の方は他のもっといいホテルを検索してそこが予約できるなら、そのキャンセル料無料のホテルをキャンセルしていい方に乗り換えるっていうのもありだと思います。本当に値下げしてますよね。びっくり。あんなに強気だったのに。99人見てるの？本当？もうすぐ100人。それは嬉しい。100人いったらいいな嬉しいですね。めぐくたん、服の下に夜さんの武器を隠し持っていますいつでも夜さんってみんなご存知ですか？アサシンね、すごい美しいアサシン、個性的な。ずっと思ってるんだけど、夜さんの髪型ってどうやってるんだろう。すごい思ってる。縛ってるだけじゃないですよねスパイファミリー今日帰ったら見よう。一気見しよう。もう何回目？6回ぐらい見てるけど、そこにタピオカ屋さん、すぐここ曲がったところにタピオカ屋さんがあって、
そこの窓に大きくアーニャちゃんがいるの。何枚も写真撮った。すごい可愛い。後でインスタに載せよう。あ、もうすぐ100人。めぐるたんはもうすぐ100人2回も読んじゃった。100人超えてほしいな。パリのメトロ乗り放題フリーパスがあると聞いたのですが、フリーパスも日本からアプリで購入できそうでしょうか。はい、できます。ゴミ袋動画見たときは特別な訓練を受けた外交員か女性のスパイかなって本気で思いました。本当にそうかもしれないけど、それは言えません。言ったら仕事降ろされちゃいそうなのでメトロの乗り放題チケットも買えます。ちょっとアプリ今出しますね。ボンジュール 日本語だと RATP っていうアプリがあって、その中の例えばチケット切ってチケット少々お待ちください。 NFC、非接触型決済ピッてできるところをオンにしてから使います。でちょっと待って。でこれがボンジュールのやつなんだけど、ホームがこんな感じになっていて、でこれのこの一番右側かのチケットっていうところを押す。はい、そうするとチケットを持ってる人は後ろにピッてやったらそれが出てくる。あと何回ですっていう表示が出てきて、これで買いたいという方はこのオンマイパスの方、こっちでこれオンにする。そうするとこうやって出てきます。見えてるかな。こんな感じで出てくる。一番上が1枚ずつのチケットで、2つ目がちょっと待ってくださいね。2つ目を開くとこんな感じで見えてるのかな。マンスリーとか見えてないか。どうやったら見える？出てきた。マンスリーとかウィークリーとかちょっとぼやけちゃいますね。こんな感じで出てくるので、ごめんなさい、はっきり映らない。これで買うことができます。で一番上のこの黄色いところに注意書きで、7月20日から9月の8日まで1週間のチケットは売ってませんとかいうふうにも書いてあるので、こういう注意書きも見て買うようにしてください。これで「はい」っていうのを押せば買うことができます。で1枚の方とかこれマンスリーとかになってますが、1枚のチケットだったらこんな感じで買うことが見えるのができます。ごめんなさい、ぼやけちゃう。で10枚綴りだとちょっと安いとかになってるので、今だと10枚綴りが17ユーロになってます。1枚2ユーロっていう風になってるので買ってみてください。あとはこの中からこのオルリー空港とかロアシーバスのチケットも事前に買うことができるので、これも多分値上がりすると思うから事前に買っておくことをおすすめします。使い方わかるかな？大丈夫かな？ごめんなさい、もう1時間過ぎてたの？ごめんなさい、なんか最近すごいライブ長くなっちゃってすみません。もう1時間過ぎてたんだ。ちょっとじゃあ今来てるコメントを読んで終わりにしたいと思います。ごめんなさい、しかもちょっと暑くなってきちゃった。少々お待ちください。暑い。でも全然コメントが遅くてごめんなさい、読むの。雲のお話今だったか。すごいいっぱいコメントありがとうございます。雲怖いでしょ、これくらい大きい。お会いした時にお話ししましょう。でもね、もうね、クモさん、天国に行ってるクモさんでちょっとかわいそうだった。スパイリーっていう名前をつけて風に流しました。天国に行ってると思う、今はもう。パリは鳩が多いです。森パトってなんだっけ？ポケモン GO だっけ？自転車おじさん来ないですね。すごい寂しいですね。どうしたんだろう。なんかオリンピックの強化選手かもしれないし、その可能性もないので、あるのでないのでだってあるのでね。本当ですね。3桁嬉しいですね。3桁いった？ちょっと今コメントも
これで終わりなのかな。止まっちゃったので終わりでしょうか。もしも来てるのに読めてなかったらごめんなさい。あれ、あ、そんなことない。あれ、あ、コメント来てた来てた。セリさんチケット持ってたらお仕事もできてオリンピックも見れるのね。ね、そんな気がする。でもチケット、オリンピックのチケット買ってでも儲かると思うから、買ってるセリの人多いと思うんですよね。見てる人の環境によって勝手に画質ダウングレードすると思う。あ、さっきのチケットのですか。もしもわからないところがあったらコメント欄でもご質問を受けてますし、来週も月曜日の夜10、日本時間夜10時頃からライブをする予定なので、その時にもご質問ください。ボート競技を観戦しているとスリに狙われてやばいですね。ね、観戦する時にもバッグはちゃんと前に抱えて持っていることがおすすめです。荷物にはすべてナンバーキーをつけて厳重体制で行く予定です。スマホも首から下げるのですが、盗まれたら5連チケットも含めてすべて終了です。別々に持ってた方がいいかもしれないですよ。スマホが一番盗まれやすいものなので気をつけてください。首から下げっぱなしでブラブラしてるんじゃなくて、お洋服の中に入れるとかそういう風にしてるといいと思います。パスワードは英語の、あ、さっきのマイクロソフトのお話ですか。さすがゼロさん。パスワードは英語の大文字小文字と数字と記号を使って8文字以上にしないと危険です。してるんだけどな、どこから漏れたのかな。あと記号、びっくりマークとかアットマークってことですよね。そういうのも入れてるんだけどな。一応 Google のパスワードとかも変えたんだけど、どこから漏れちゃったんだろう。いや、柔道は先週たくさんセールされてました。多分まだ買えますよ。本当？柔道のチケットですか？私見たの1ヶ月前だからまた見てみようかな。私も先週柔道を買い足したので、見てみよう。ありがとうございます。今のシーズン20時過ぎにシャルル・ド・ゴール空港からノートルダム駅のホテルへの地下鉄移動は危険ですか？今シーズンノートルダム、シャルル・ド・ゴールからノートルダム駅、サンミッシェルノートルダム、いや危険じゃないと思います。よくいろいろな情報で、ネット情報とかでパリ空港、シャルル・ド・ゴール空港からパリ市内までの電車がとっても危険みたいな情報を見かけますが、そんなことはありません。電車だから危険っていうことはないので、ちゃんと自分で自己管理をしてれば危ないことはないです。ただ、一番朝の便とか一番遅い便、お酒飲んでる人が乗ってるような便はちょっと危ないかなって感じはしますが、電車だから危ないっていうことはなくて、ちゃんと自分で管理をしてれば大丈夫です。あと空港から、パリ市内に行く最中のタクシーを狙って窓ガラスを割って荷物を、ハンドバッグとかを取っちゃうっていうのがすごい多くそういう事件が発生しているので、タクシーだからって油断しないようにしてください。タクシーに乗っている時にも窓側にハンドバッグ、特にハイブランドとかのハンドバッグを置いてタクシーにぼーっと乗っていると、ちょっと渋滞した時にいきなりバイクが後ろから来て窓ガラス割ってそのハンドバッグ取ってっちゃうっていうことが結構あるらしいので、私は今マーテンに遭遇はしてませんがあるらしいので気をつけてください。はい、お花噛みタイム久しぶりに噛みましたね。ごめんなさい、コメント読むの遅くなっていてお花で可愛いって言ってもらえるのはなんて今世界一幸せな人間かもしれないフランスのバス停は日本のバス停と違いますか？私日本でバスってほとんど乗ったことないですが、同じような感じです。すぐそこにもバス停、ここに映ってるのもバス停ですが、全然日本と一緒だと思います。屋根があって、あと電光掲示板が大きいところにはついていて、次の便が何分っていう感じで表示されてます。これはメトロと一緒。ただ時刻表っていうものがないに等しいので、時刻表よりは行ってみて何分後に来るっていう感じで見るのがいいと思います。で、その何分後っていう表示もあまり当てにしないように、これくらいかなっていうぐらいで捉えるようにしてください。あと5分って書いてあるからって5分ぴったりに来るわけではないし、
もっと早く来ちゃうこともあれば10分経っても来ないっていうこともあるので、まあ基準みたいな感じで時間は考えてください。時間通りっていうものがほとんどフランスにはないと思った方がいいと思います。あれね、レオナルド・藤田はピカソと同世代でパリで一番成功した日本人の画家です。猫の絵と藤田の白という特別な白色を使うことで有名です。猫なので久美さんご存知かも。聞いてみよう。今日猫ちゃんのお話多い。嬉しい。パリの看板の矢印の方向、前方にあるものの案内看板は上ではなく下でびっくりしました。その話しようと思ってた。ありがとうございます。そうなんです。パリの看板、空港とかもだと思うのですが、これ言われて気づいたのですが、日本だと直進の時って矢印がこう上側に向いてると思うのですが、向いてるらしい。私忘れちゃいました。向いてるらしいのですが、フランスではまっすぐ直進してくださいって時にはこういう下側の矢印、下を向いてます。こんな感じでこういう矢印が出てます。なので矢印が下向いてたら直進っていう意味です。これも言われて気づきました。もう当たり前に下向いてたらまっすぐと思ってたけど、どうやらちょっと日本と違うようなので、矢印下向いてたら直進だなって思うようにしてください。ありがとうございます。言うの忘れてた。なんだ、どこまで読んだ。バスって日本でいうタクシーみたいに手を挙げて止めた記憶があります。まだそうですか？いえ、バスは手を挙げても止まりません。バス停にしか止まらないので、バス停で待つようにしてください。で、たまに止まるはずのバス停に今日はちょっと止まりませんとか、みんなここでいきなり降りてくださいとか、そういうこともありますが、こればっかりは予想ができないので、乗っている人と同じような行動を取れば間違いないので、その時に臨機応変になりますが、基本的にバスはバス停にしか止まらないです。手を挙げても止まってくれるものではないので注意してください。ベルサイユ宮殿から凱旋門までタクシーで行こうと思います。いいと思います。いくらぐらいだろう。でも1時間ぐらいで行けるのかなと思います。もうちょっとかかるか。ベルサイユのバラにメググタンが出るなら役はやっぱりオスカルやっちゃっていいですか？できるかな。まず金髪にしなきゃ。巻きするには十分な長さだからいけるかもしれない。パリオリンピックのチケットは一般公式の他に公式のリセールサイトがあって、リセールだと一般公式にはないチケットがたくさんあります。知らなかった。一般公式は席の位置が表示されていないのですが、リセールでは表示されて選ぶことができます。おすすめです。こっちの方が良さそう。あと一般公式サイトは毎週木曜日に新しいチケットが追加販売されるらしいです。公式開会式のチケット630枚くらいリセールに出てます。本当？開会式見れるの？でも開会式の日お仕事だ。でも見れるんだ。ごめんなさい、すごいテンション上がっちゃった。グッドな情報ありがとうございます。見てみます。メドルのチケット情報ありがとうございます。アプリで買います。ぜひ買ってください。今日のカフェ代ありがとうございます。タク田中さんナイススパです。タクさんナイススパです。見てくれてた、ありがとうございます。ナイススパです。コーヒーいただきます。ナイススパです。嬉しい。乾杯してる嬉しいな。100人も見ててくれてたんですか？なんか今日すごい、どうしたんだろう。景色がいいかな。ナイススパ。スイッチオンさんもナイススパです。ありがとうございます。なんかすごい今日いっぱいナイススパって嬉しい。ありがとうございます。押せるかな？押せた。ナイススパです。ありがとうございます。もう一口じゃあいただきます。喋り続けてるから。10時間はいけそうな量があるナイススパです。ありがとうございます。嬉しいな。100人も見てくれてたんだ。もっとなんかちゃんとしたお話した方が良かったかなごめんなさい。たまに私お友達と喋ってるんじゃないかみたいに脳みそが勘違いしちゃってるみたいで、後からアーカイブ見返すとすごい慣れ慣れしく喋ってたりしてすみません去年パリに行った時は証明写真持って行って写真付きでナビゴ買いました。
すごく安く1週間乗り放題でした。ベルサイユやロアシーバスにも使いました。はい、ナビゴイージーじゃない方は今も顔写真が必要ですが、ナビゴイージーは顔写真必要ないです。でね、さっきのアプリのやつにも顔写真を自分でこう携帯で撮影して登録するっていうのもあるので、2種類あるので選んで買ってみるようにしてください。あ、キッチョンさん、久しぶり。キッチョンさんもナイススパです。You are amazing. メルシムクトシ今日すごいナイススパです。嬉しい、ありがとうございます。可愛い子やってるね。ナイススパです。嬉しいです。ありがとうございます。どうしよう、なんか今日誕生日だっけ？七夕だからかな。嬉しい。ありがとうございます。YouTube の動画を 4K で撮影しても見る人の環境によって勝手に画質差があるから 4K で動画作っても大丈夫だよ。あ、そうなんだ。知らせてくれてありがとうございます。さっきもじゃあその話してくださった方がいたのかな。ちょっと私がコメント読むの遅れちゃっててごめんなさい。マイクロソフトのメールは本当にマイクロソフトから来ていますか？フィッシングサイトといって本物そっくりに作成してあるサイトでパスワードを盗む手口があるので気をつけてください。そんなことあるの？ちょっとそれ見てみます。全然考えてなかった。さすがジローさん、ありがとうございます。怖い、そんなことあるのか。あ、またあれ、なんか変なのなっちゃった。どういうことあれ、ナイススパです。ルモさん、ルモさん、ありがとうございます。ナイススパです。嬉しいです。今日すごいナイススパパーティーみたいになってる。なんて幸せなんだ。待って、ハート押せない。ナイススパです。ありがとうございます。なんか押せるやつと押せないハートマーク、押せるやつと押せないやつがあって、押せてないやつがあったらごめんなさい。ナイススパです。もう本当に皆さんありがとうございます。こんな私にスーパーチャットをいただいて、今日はパーティーだな。めんつゆ買って帰っておそばパーティーしようかな。オリンピックの開会式、全競技のどれよりも高額です。あ、そうなんだ。そっか、お金払うこと考えてなかったけどチケットにはお金がかかるのですね。ちょっと見てみます。今日はなんか皆さんからもいろいろな情報をいただいてとてもためになるライブでした。もうちょっといただいた情報でチケットも見てみますし、画家さんも調べてみますし、いろいろしてみたいと思います。これでコメント今日読み終わりかな。終わっちゃったかな。よし、もう1時間半経っちゃいましたね。今日も長くなってしまって最後まで見ていただきありがとうございます。日本は何時だろう。日本はもう11時半過ぎました。はい、遅くまでありがとうございます。11時半でもきっと日本は湿気があって暑いのかなと、もっともっとずっとお話ししていたいですがもう1時間半経ってしまって、ちょっと日本もう夜中になってしまうと思うので、明日もあると思うから今日はこれくらいで終わりにしたいと思います。そういえば今日お話できませんでしたが、昨日の七夕は皆さんどんな感じで過ごされましたか？お願い事しましたか？そもそも七夕ってお願い事するんだっけ？短冊？フランスには七夕みたいな文化がないので全然何事もなかったのですが、ロマンチックでいいですよね。私短冊し忘れちゃったけど時差あるし、今日あたりに織姫様と彦星様会ってるかもしれないので、今日の夜お願いしようと思いますそれでは今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また来週同じ月曜日、もしもお仕事が入っていたりとか、その時間がちょっと難しいっていう時には直前になってしまうかもしれませんが、 YouTube のコミュニティと Instagram の方で告知をしていますので、そちらをご覧いただけたら嬉しいです。YouTube のコミュニティはベルマークかなをピッてやってもらうと届くようになると思うので、よろしくお願いしますでは日本にお住まいの皆さん、今日はどの県もとても暑いようなので熱中症にならないように心地いい温度にクーラーを設定して気持ちいい夜をお過ごしください。そしてフランスにお住まいの皆さん、今ちょうどパリに来ているよっていう鳩がっていう皆さん、曇っていますが夕方になるにつれてちょっとずつ温度も上がってきているので、結構乾燥がね、今思ったのですがひどいから
脱水症状みたいにならないように、暑くなくてもお水こまめにとって健康的に気持ちいい午後を過ごしましょう。それでは来週も今週だった。それでは今週も1週間一緒に元気に楽しみましょう。ではでは、また次回の動画でお話できるのを楽しみにしています。ありがとうございました。またね、また来週お会いしましょう。おやすみなさい。